今日はよくある質問の一つで、この2冊の本はどう違うのですか？どちらから読めばいいですか？という疑問に対してお答えいたします。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正恵です。今日は、この2つの本についての紹介をします。超越瞑想を学ぶときに、こちらの超越瞑想の本をテキストとして購入するように勧められると思います。そしてこちらですね。バガバッドギーターは超越瞑想を学ぶときに話題にはなると思いますが、特にどうしても必要という形では言われないかもしれません。超越瞑想に関して言えば、まずは超越瞑想。それだけです。毎日の実践で自動的に成長が進んでいきます。そしてこれらの本の知識が加わることで進化がより加速されたりスムーズにいくようになります。例えばこういう時はどうすればいいのかなと判断に迷った場合ですね。食事で言えばなんか今日は疲れたな、なんか疲労回復にいい食べ物はないかなという時にはアーユルヴェーダの知識があれば温かくて甘いものを食べようと思ったりします。その知識がないと冷たくて乾燥した辛いものなどを食べてしまうことがあります。そうすると疲労回復がちょっとしにくくなると思います。もしですね、これらの知識がなくても少し落ち着いて自分の食べたいものを考えれば自然に自分に合った食べ物を選ぶことはできます。また、舌ですね。味覚っていうのも自分に合う食べ物かどうかを判断するための機能がありますので、実際に口に入れてから考えることもできます。このように特に知識がなくても大丈夫だったりするんですけれども、1日で一番消化力が上がっているのは昼間の時間というように自分で判断しにくい知識もたくさんあります。それは例えばビジネスでもスポーツでも先にいろいろと経験してうまくいっているプロフェッショナルの方々にアドバイスをもらえると無駄な努力をしないでスムーズに成長できますので、それと同様です。さて、そういう意味でこの2冊の本は知識の本です。超越瞑想っていう普段私たちが瞑想してるんですけれども、それは実践面と言われています。そしてこれらの書籍は知識の面からあなたをサポートします。ではこの2冊ですね、どういう違いがあるのでしょうか。またどちらから読めばいいのでしょうか。どちらから読んでもいいっていうかダメだっていうものではないんですけど、私のおすすめをこれから発表します。というほど大げさなことではないんですけどね。すいません。はい、ズバリ超越瞑想を学ぶ前に読んでいただきたいのがこの超越瞑想の本です。これは超越瞑想とはどういうものか、それを学ぶとどういうことになるのかということが詳しく書かれています。実際この本を読んで超越瞑想を学ばれた方も多くいらっしゃいます。ただこの本を読まないで超越瞑想を学ばれた方も結構いらっしゃいます。難しい単語や表現があるのでちょっとよくわからないとか、どうしても読み進められない、いつの間にか寝てしまうというような方もいらっしゃいます。でも安心してください。この本を読まなくても超越瞑想は学べますし、効果もあります。この書籍を読むことで超越瞑想によって私たちに何が得られるか、どのような効果があるのか、存在とは何かについて知ることができます。超越瞑想を学ぶ7つのステップの中で、この本の中から文章を抜粋して取り上げることもあります。超越瞑想についての理解が深まることはとても楽しいことです。
例えばこうやって、トレーニングですね。ショルダープレスを行ったとしましょう。これは、肩の筋肉がつくと思って行いますが、例えば肩の筋肉がつくと、ワイシャツ姿がかっこよくなるという知識もあった方が、トレーニングも楽しめますよね。もちろん、そういう知識がなくてもかっこよくなります。ちなみにこうショルダープレスをこうやって、座った状態でやると腰を痛めますので、立った状態かベンチのこう背もたれを使うと腰への負担を減らすことができるそうです。これらのやり方については瞑想で言えば、瞑想の教師がやり方を教えるということになります。さて、それではこのバガバットギーターはどのような本でしょうか。これはできれば瞑想を学んだ後に読んでいただければと思います。瞑想をしていない方でももちろん楽しめると思いますけれども、瞑想の体験をしてから読むとより理解が深まります。例えばプールで泳いでいる人の小説を読んだとしましょう。今までプールに入ったことがないっていう人がそれを読んでもなんとなくは理解できると思います。しかし実際にプールで泳いだことのある人がそういう本を読むと、水の冷たさとか水の中の感じ、手や足が自由にならない感じなどの体験からその小説の描写がより伝わっていきます。そういう意味で超越瞑想を学んでからこういう本をですね読まれた方がより楽しめます。こちらはどちらかというと生き方の極意のような感じの内容だと思います。人間として生まれてきてどう考え、どう行動するか、どのように生きれば生まれてきた喜びを感じながら毎日を過ごすことができるかというようなことが書かれています。全体を通した流れの話がありますが、部分では例えばゴールを決めたら途中はゴールを意識しないで活動しましょうというような具体例もところどころに書かれています。この本はですね、輪廻転生、つまり生まれ変わりですね。人は死んでもまた生まれてくるという理論に基づいて書かれていますので、それはちょっとないなっていう人もいると思いますが、参考になる考え方はたくさんあると思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。そのようなわけで、この2冊については、こちらの超越瞑想は本のタイトルの通り、超越瞑想の説明です。超越瞑想で得られる意識状態、そしてその状態はどういうものか、どのように私たちの役に立つのかなど、超越瞑想への理解が深まります。著者はマハリシ・マヘーシュ・ヨーギですので、超越瞑想について余すことなく伝えている書籍です。そしてこちらのバガバットギーターはですね、もともとはインドに代々伝わっているもので、日本でもいろいろな方々が翻訳されて出版されています。それらの翻訳については、やはり原文を訳す人の知識や理解によって日本語の表現も若干変わっています。翻訳者が理解できないところは翻訳者も曖昧になっているなって感じるところもあります。実際私も興味があるので何冊かバガバットギーターの翻訳ですね、買って読んでみたんですけれども、話の内容自体は大体同じです。そして、この本についてはマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーが細かく解説しています。細かく解説するというのはよほど内容を理解していないと無理だと思いますし、読んでいて私もなるほどなって思うことができるので、楽しみながら読み進めることができます。超越瞑想を学ぶ前にこの本を読むこともできますので、その場合には超越瞑想を学ぶとこうなるのかって思いながら読むと面白いかもしれません。そしてその後にこの超越瞑想の本を読んで、それから実際に学ばれるという順番でも悪くはありません。そうですね、これらの順番や感想など、もしお持ちの方がいらっしゃればコメント欄に書いていただければと思います。
あとは用語の解説ですね。絶対とかカルマということについては、この超越瞑想の本。それと、ヨーガとかサンキヤ、3つのグナ、あるいはヤギャなどは、こちらの本を読むとよくわかるかなという感じです。それと一度読んで終わりということではなくて、しばらくしてから再び読むのもおすすめです。内容を忘れていて楽しめるということもありますし、より深く理解できるということもあります。一度読んだ後にいろいろと行動して経験して、それから読むと、ああ確かにって思ったり、あ、こういう時はこういうことかって新しい発見があったりします。私は少なくとも10回以上は通して読んでいます。それとですね、このバガバッドギーターは全部で12章まであります。この本は6章までで、日本語訳は今のところ6章までしか出版されていません。12章までは解説はできていると聞いていますが、現在は確か8章までが公開されていると思います。7章以降を読むのがすごい楽しみなんですけれども、この動画をリアルタイムで見ている方々は、まだ公開されていない時代を共に過ごしていますね。これはサグラダ・ファミリアが現在未完成な状態と似ているかもしれません。噂では2026年に完成らしいですが、完成してから見る人たちと完成前から知ってる人ではちょっと楽しみ方が違いますね。そうですね、またちょっと話が横道にそれましたが、今日はこれらの2冊の本を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。これから超越瞑想を学んでみたいっていう方は、ぜひお近くの瞑想センターの説明会にご参加いただければと思います。私は群馬オフィスで教えています。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございます。おまけのコーナー。今日はですね、いろいろと長く説明をしましたが、実はですね、簡単に説明することもできます。こちら超越瞑想の方は超越瞑想についての説明。バガバッドギーターは瞑想を習った後にどう行動するか、これからの人生の参考になる本です。これで終わると動画1分で終わってしまうので、今日は長く説明をしましたが、こういうことです。バイバイ。